コーヒー牛乳プリンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、コーヒー牛乳プリンを作っていきたいと思います。以前私のチャンネルでもね、ご紹介したことがあるんですけれども、今回は15センチの丸いケーキ型を使って巨大プリンにしていきたいと思います。さらにプリン生地自体はたったの材料2つで作ることができます。お水を抜いたらね、カラメルを合わせてもたったの材料3つで作ることができます。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。コーヒー牛乳、卵、グラニュー糖、お水、お湯。今回はこちらの材料で作っていきます。まず今回はですね、こちら雪印のコーヒー牛乳を使って作っていきます。今回私は雪印さんのね、コーヒー牛乳を使ってますが、こちらはお好みのものを使っていただいて OK です。そして卵に関しましては、こちらは M サイズの卵を使用していきます。プリン自体はコーヒー牛乳と卵だけの材料2つで作っていきます。カラメルに関しましては、グラニュー糖、お水、お湯で作っていきます。もしカラメルが必要でない場合はね、こちらの材料は省いていただいても OK です。そして今回はこちら直径15センチの丸いケーキ型を使います。必ず底付きタイプのケーキ型を使うようにしてください。今回はね、こうやって大きめのね、プリンにしていくんですが、普通のプリンカップを使っていただいてももちろん OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずカラメルソースから作りましょう。フライパンにまずグラニュー糖を入れてください。そしてここにお水を入れます。そしてグラニュー糖全体に浸透するまで一度待ちましょう。このようにグラニュー糖全体にお水が浸透したら火にかけます。火加減は中火です。このまま少し色が変わってくるまで加熱していきます。加熱している最中の注意点なんですが、中を絶対混ぜないようにしてください。色が変わる前に混ぜたりしてしまうと、グラニュー糖が結晶化して固まってしまいます。なので加熱している最中は必ず中をいじらずにこのまま加熱するようにしてください。あとですね、この後お湯を入れていくんですが、お湯を入れるとね、すごく弾いてくるのと、あとはかなり湯気が立ってくるので、まず弾くのを防止するためにこういった蓋と、あとは必ず換気扇を回しながら作るようにしてください。ちょっとね、煙が出てきたので換気扇をつけさせていただきます。このようにね、ちょっと色が変わってきたの分かりますかね。そしたらこんな感じでフライパンを回して全体を均一にさせていきます。あとは全体が薄いカラメル色になってきたら火加減は弱火にします。そしてゆっくりね、カラメル色にしていきましょう。そうすることで焦げすぎをね、防止することができます。時折このようにフライパンを回しながらね、加熱してみてください。もうちょっとかな、いい感じのカラメル色になる手前で火を止めます。このぐらいかな、薄いカラメル色になったら火を止めてください。あとは余熱で仕上げていきます。はい、でこのぐらいですね。いい感じのカラメル色になったらカバーをしながらお湯を注ぎ入れてください。そしてすぐ蓋をします。そして蓋をしたら湯気でやけどしないように軽くね、全体を回してなじませます。あとはですね、このふつふつ加減が落ち着くまで待ちましょう。はい、そしてふつふつが落ち着いたら蓋を開けてください。これでカラメルの完成です。そしたらね、ケーキ型を用意してください。ここにカラメルを注ぎ入れます。はい、そして全体になじませてください。こんな感じです。そしたらこちらの容器をね、このまま使うまで置いといてください。それでは続いて卵を割り入れます。卵なんですが、必ず常温の状態に戻してから使うようにしてください。というのも、プリンの生地が冷たくなってしまうと焼くのに時間がかかってしまいます。そうするとね、酢がたくさん入ってしまいますので、必ずね、卵は常温の状態に戻してから使うようにしてください。はい、そしたらこちらを混ぜましょう。
このようにしっかり混ざれば OK です。それでは続いてこちらコーヒー牛乳を耐熱のボウルに入れてください。そしてこちらのコーヒー牛乳は今冷たい状態なので、こちらを人肌程度に温めます。こちらも卵と同様に生地が冷たいと焼き上がるのに時間がかかってしまいます。なので必ず人肌程度まで温めるようにしてください。こちらを電子レンジ 600W で1分加熱していきます。はい、1分加熱しました。これで人肌程度になってれば OK です。もしまだちょっと冷たいなと思った時はプラス10秒から20秒ほど加熱して人肌程度になるまで温めてください。ただ逆にですね、温めすぎると今度は卵を加えた時に卵が固まってしまう可能性があるので、温めすぎないようにだけ注意してください。そしたらこの中に卵を入れます。一度に入れちゃってください。そしてよく混ぜましょう。はい、よく混ざれば OK です。そしたらですね、型の中に入れる前にこちら一度生地をこしていきます。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。それではこういったね、網目の細かいこし器を用意してください。こちらを100円ショップで購入できます。そしたら生地をこしていきます。そうするとね、こういった泡だったり、あとは卵の辛さや膜などをね、きちんと取り除くことができます。一度こしたら軽く混ぜてください。とても滑らかなね、生地になってます。それではプリン型を用意してください。この時にカラメルがサラサラせずに少しこう固まってきてる感じですね。こう寄せた時にちょっとシワが寄るかなというぐらいになってれば OK です。カラメルがもしまだサラサラしてる時はもう少し置いてからね、プリン生地を流し入れてください。そうしましたらこちらにプリン生地を優しく低い位置からそっと流し入れてください。そしてこの表面にちょっとね、泡ができてしまった時はラップをね、表面にペタッと貼り付けて、そして取り除いてみてください。そうするとね、表面が綺麗になります。こちらを気になる時だけやってください。そしたら上にアルミホイルをかぶせます。このようにアルミホイルで蓋をしてください。そしたらバットを用意してください。ここに清潔の布巾またはですね、キッチンペーパーを 2,3 枚重ねて、そして置いてください。置いたらここにプリン生地を置きます。このようにね、1枚敷いていただくことでプリンにゆっくり熱が入ってとても滑らかな仕上がりになります。そしたらここにお湯を注ぎ入れます。だいたい80度前後のね、お湯ですね。型の半分ぐらいまでね、流し入れましょう。はい、そしたらこちら天板にのせます。やけどしないように注意してください。そうしましたらこちらを150度に予熱したオーブンで45分から50分焼いていきます。このね、焼き時間に関しましてはオーブンの種類、あとは型の材質、そして生地の温度によって適正なね、焼き時間が変わりますので、様子を見ながらね、こちらの時間を調整してください。それでは焼いていきます。はい、今ね、45分焼きました。そして焼き終わった後、扉を閉めた状態で20分置いた状態です。そしたらアルミホイルを外してください。やけどしないように持ち上げていただいて、そしてプリンをこのように傾けてみてください。これで生の生地がね、流れ出てこなくて、このぐらいプルッとしてるぐらいだったら大丈夫です。このように斜めにした時に生地が波打つぐらいね、プルッとしている場合はプラス5分から10分ぐらいね、焼いていただくといいかなと思います。そしたら取り出します。取り出したらですね、まず上にペーパーなどをかぶせて、このまま室温の状態でしっかり冷ましてください。そして冷蔵庫に入れれるくらい冷めたら、その後上にラップをしてそのまま一晩冷蔵庫で冷やしてください。時間で言うとだいたい6時間から8時間ぐらいはね、冷やすようにしてください。プリンが冷めました。そしたら上にラップをして、そしてこのまま冷蔵庫で一晩冷やしてください。はい、一晩冷やし終わりました。ラップを外します。このようにね、しっかり固まってます。それでは型から外していきます。そしたらこのように少し細めのナイフか、もしくは竹串などを用意してください。これで周りを一度剥がしていきます。そして剥がしたら上にお皿を乗せて裏返します。よいしょ。そして一度上下に振ってください。これでプリンが下に落ちたら型を外します。このようにプルップルでとても美味しそうに仕上がってます。はい、これでコーヒー牛乳プリンの完成です。こんな感じに仕上がりました。では切りたいと思います。
断面はねこのような仕上がりになってます。とてもねプルップルに仕上がってます。断面にもね少し酢は入ってるんですが、このぐらい入っていただいてもね口当たりには支障がないので心配せずにね召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。プルップルです。いただきます。美味しい。このカラメルと食べると甘さがちょうどいい仕上がりになってます。そしてプリンもねすごく滑らかです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のコーヒー牛乳プリンのポイントです。まずですね、今回私は雪印のコーヒー牛乳を使ってます。こちらはお好みのコーヒー牛乳を使っていただいて OK です。さらに今回はですね、プリン生地自体は卵とコーヒー牛乳、こちらの2つだけで作ってますので、もしね、もう少し甘くしたい場合はお好みの糖類を入れて作ってみてください。カラメルと食べるとね、ちょうどいい甘さになると思います。そして材料の卵についてなんですが、卵は必ず常温の状態に戻してから作るようにしてください。生地が冷たいとその分焼き時間が長くなってしまいます。なので必ず常温の状態に戻してから作るようにしてください。コーヒー牛乳に関しましても冷たい状態だとこちらも焼き時間が長くなってしまいますので、必ず人肌程度まで温めてから卵と合わせるようにしてください。ただコーヒー牛乳はね、熱々に温めてしまうと卵が固まってしまうので、人肌程度を目安にするようにしてください。そして今回はですね、オーブンで蒸し焼きしました。蒸し焼きする時なんですが、上にアルミホイルをかぶせて、そして150度のオーブンで45分から50分ほど焼いてみてください。この焼き時間に関しましては、お使いのオーブンの種類だったり、あとはプリン生地の温度、あとは使う方の材質によってもね、適正な焼き温度が変わる場合があります。なので目安としては、傾けた時に大きく波を打たないぐらいですね。そのぐらい固まってれば大丈夫です。あまりにもね、生地がプルプルすぎてちょっと不安な場合は、プラス5分から10分ほどを目安に焼いてみてください。そして蒸し焼きが終わったら、室温の状態でしっかり粗熱を取って冷まして、冷めたらラップをして冷蔵庫で一晩冷やしてから召し上がってください。だいたいね、6時間ぐらい冷やしていただければいいかなと思います。そして型から外す時なんですが、細めのね、ナイフかまたは竹串などで周りをなぞっていただいて、そしてお皿をかぶせて逆さまにしてください。そして1回ぐらいね、上下に振っていただくとプリンが落ちるので、プリンが落ちたら型を外してください。あとはね、お好みの大きさに切って召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はコーヒー牛乳プリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。